ねえ、私と結婚してよ。突然の彼女からのプロポーズに、俺は飲んでいたお茶を吹き出した。ここはリーズナブルな居酒屋。傍から見れば俺たちは何の変哲もない恋人同士に見えると思う。だが実際には独身万年平社員候補の冴えない男と社長令嬢という最もありえない組み合わせの二人なのだ。驚かせてしまってごめんなさい。いや、あまりにも突然すぎて、こっちこそごめん。そして彼女はゆっくりと続ける。父親を紹介したいの。あなたに。そうすれば、私があなたにプロポーズした理由がわかるわ。父親？君のお父さん、社長には今朝も会いましたよ。彼女は黙り込むと、そっと俺の手を取り、そして外に出ようと促した。俺はまだこの時、今日という夜が忘れられない日になろうとは思いもしなかった。ああ、今日も残業か。窓から見る景色はすっかりと暗くなっている。俺たちの出社時間が遅いとはいえ、こうも毎日夜まで仕事だとやってられないよな。同僚の木原はそう言うと、あくびをしながら机に置かれたペットボトルを飲み干した。俺たちは社内でもかなり仮想のシステムエンジニア。部署は地下2階にあるので、他部署からはモグラと呼ばれている。そこで働く俺、金田大輔もモグラの一人だ。かなり大きな会社なので、地上はエリートばかり。そして、モグラにはオタク気質な奴らが多く、高学歴じゃない奴もいる。技術さえあれば問題ないのだ。地上には上がることのないモグラ。ここには昇格はない。ずっとモグラはモグラなのだ。そういえば、近々合コンしようぜ。大学時代の友達が、ここの会社のやつを紹介してくれって言うんだよ。バカ言うなよ。モグラを連れてったら怒られるぞ。どうして上の奴らを希望だろ。俺が呆れたようにそう返すと、木原は残念そうに肩を落とす。上に知り合いなんてそんなにいないし、この部署の期待の星、金田大輔くんを連れて行けば問題ないさ。君は背高いし、まあ、顔は地味だけど、人数合わせだと思ってさ、頼むよ。いやいや、それが仮にも合コンに誘う相手に向ける言葉か？パス。営業部に連絡したら来そうだけどな。あいつら飲み会好きだし。俺のアドバイスを聞き、木原は何かを思い立ったように手を叩いた。一人だけ心当たりがある。まだいるかもしれないな。ちょっと上行ってくるわ。そう言って木原は部屋を飛び出した。一人残った部屋で椅子に深くもたれるときしむ音が響いた。今日のところはこの辺にしておいて、もう帰ってしまおうか。明日は金曜日だけど、別に誰とも予定はないし。そう考えながら帰る準備をしていると、扉の開く音がした。俺は木原かと思って後ろに声をかける。木原、俺は先に帰るわ。もう眠くてさ。そう。少し冷たくて、でも優しさがある。というか、この声は木原の声じゃない。驚いて勢いよく振り返ると、そこにいたのは社長令嬢の寺本さんだった。確か数日前に社長秘書室に配属になったと聞いたような。とにかく彼女のような地位の高い人間がモグラに来ることはありえない。俺は慌てて立ち上がって頭を下げた。すみません、先ほどはご無礼を。無礼？何かしたかしら？いや、寺本さんは不思議そうに俺の顔を覗き込む。整った顔立ちの寺本さんにまじまじと見つめられ、俺は思わず顔を赤くした。そんな俺にくすっと笑うと、寺本さんはこう言ったのだ。金田大輔さん、あなたのことをずっと探していました。と。そうして俺は今、寺本さんと居酒屋に来ている。なぜモグラ配属の俺が
誰しもが憧れる社長秘書室の、それも社長令嬢とこのような大衆居酒屋に来ているのだろうか。今でも夢を見ているみたいだった。それなのに彼女は突然俺にこうして結婚を迫ってきたんだ。それであなた結婚は？していませんよ。しかし、俺には心に決めている人がいる。今はどこで何をしているかわからない。小学生の夏、少しだけ話したことのあるあの子。で、こんな年にもなって、そんな昔話にすがっているなんてバカバカしいよな。でも、俺には約束があった。ねえ、私と結婚してほしいの。再び俺に結婚を迫る寺本さんにすっかり動揺してしまう。順番がおかしいですよ、順番が。それに結婚って、いいですか？僕らはさっき初めて会ったばかりなんですよ。第一、あなたと僕じゃ生きる世界が違いますし。俺は多分、至極真っ当な意見を述べていると思う。だって、突然こんな、美しく社長令嬢でもある寺本さんから結婚を申し込まれるなんて、ドッキリとしか思えないからだ。俺の返答に何かを考え込むように黙った寺本さんは、しばらくしてこう言った。とにかく父に会って。そうすれば、すべてがわかるわ。わかるって、社長には今朝お会いしましたよ。でも、娘と結婚しろだなんて一言も言われませんでしたけど。結局俺と寺本さんの話は平行線をたどったまま時間だけが過ぎていった。居酒屋を後にすると、外には大きな月が出ていた。吸い込まれそうなほどに神秘的に世界を照らす月の下で、俺と寺本さんは近くのベンチに腰掛けた。週末、ここへ来てほしいの。先ほど半ば強制的に連絡先を交換したため、彼女は早速地図をメールで送ってきた。あなたの家からはどう？どうもこうも、電車で40分くらいかな。社長令嬢だというのに思わずタメ口で返してしまい、俺はちょっと焦る。寺本さんは気にしていない様子で話を続けた。それから、このことは誰にも秘密にしておいてね。社長令嬢からの誘いを断れる強靭な心臓を持った社員はあの中にいるだろうか。そんなことを考えながら、俺は彼女の頼みを引き受けることとなった。彼女の指定する場所に赴いたとき、一体何がわかるのだろうか。もしかしたら社長に結婚の話を進められるのだろうか。彼女は父親に会えばわかると言っていたけれど、俺が何かした心当たりはないし、正直社長や彼女に対しては全く面識もないと思う。何が何だかわからないまま週末となるのだった。そして寺本さんとの約束の日、眠たい目をこすりながらなんとか早起きをして寺本さんの指定する場所へと向かった。電車を乗り継ぎ着いた場所は静かな山がそびえる場所。そこから10分ほど歩き、行き着いた先は墓地だった。そこに真っ白な大きなつばの帽子をかぶった寺本さんが立っていた。風でそよぐ白のワンピースは墓地で見るとなんだか不気味だった。来てくれてありがとう。寺本さんは俺の姿を見つけるなり笑顔で駆け寄ってきた。誰も社長令嬢からの誘いは断れませんよ。それに何ですここは。もしかして一緒のお墓に入ろうとか、そういった類のプロポーズでもするつもりですか？いいからいいから。彼女はさりげなく俺の手を握った。そして彼女が足を止めたのは、この辺でも一番大きな墓だった。お父さん、連れてきたよ。寺本さんは墓石に触れると振り返り、俺をまっすぐと見てこう言ったのだ。尾形利信って覚えている？と。尾形利信。忘れるわけがない。俺の命の恩人だ。
まさか、寺本さんのお父さんというのは。あれは小学生の夏。家の鍵を忘れてしまった俺は、水筒の中身もなくなり、喉がカラカラで家の前に座り込んでいた。引っ越してきたばかりで近くに頼る人もいない中、意識が朦朧としてきて、もうダメだと倒れそうになった時。坊や、大丈夫かい？顔を上げると、一人の男性がペットボトルを差し出してくれた。ものすごく冷えた麦茶は本当に美味しくて、涙が出そうだった。ありがとう。でもおじさん、誰？俺がそう尋ねると、真っ黒な肌をしたおじさんは、真っ白な歯を見せて笑った。汗で濡れた T シャツからは、ほのかに汗の匂いがする。おじちゃんはね、この近所でやってる工事現場で働いているんだよ。それが、尾形さんとの出会いだった。その日から、俺は学校帰りに毎日尾形さんと話すようになった。彼は、重病の娘の治療費を稼ぐために、日夜問わず働いているらしい。共働きの両親の帰りが遅い俺にとって、尾形さんとの関わりは心がほっとした。おじちゃんの娘も大輔くんと同い年なんだ。なかなか会えないんだけどね。胸ポケットにしまってあった写真はくしゃくしゃだった。会えない理由を問うのは子供ながらに酷だと、尾形さんの写真を眺める横顔で分かった。そんなある日、尾形さんが突然こんなことを言った。大輔くんは優しくていい子だな。もしおじちゃんが早くに死んだら、大輔くん、娘と結婚してくれるかい？代わりに守ってくれる？何言っているのおじちゃん。こんなに元気なのに変なこと言って。尾形さんはどこか寂しげで悲しそうだった。その後、工事は終わり、尾形さんとは会えなくなってしまった。もしかして君は尾形さんの娘さんなの？驚く俺に寺本さんはこくりとうなずく。ええ。その頃すでに父は癌に侵されていたの。私の治療費に充てるために自分は病院にも行かず無理をして。結局吐血して倒れた時には手遅れだった。それから私はおばのところにもらわれたわ。寺本さんはそれからほどなくして養子となり、尾形から寺本に姓が変わったのだとも説明した。彼女の腕には無数の点滴の跡が残っており、壮絶な治療を物語っている。これはね、私の生きた証。それから父は私によくこう言ったの。優子の王子様は金田大輔くんかもしれないってね。バカみたいでしょ？長い髪の毛が風に揺られている。頬に伝う涙にハンカチを当ててあげると、寺本さんは、私のことより、あなたの涙を拭いた方がいいわよ。と、眉毛を8の字にして笑った。自然と流れていた涙はいつの間にかシャツまでこぼれ落ちていた。だから、岐阜の会社に入って、金田大輔の名前を見たとき、笑えちゃったの。こんなことあるって。そういうことだったんですね。彼女の言葉に、俺は涙が止まらなかった。でももし、僕が同姓同名で、尾形さんと関わりのない人間だったらどうするつもりだったんですか？淡い水色のハンカチで涙を拭う寺本さんの姿に胸が締め付けられる。父はそんな意地悪なことはしないわ。絶対に結びつけてくるって自信があったの。昔から嘘はつかない人だったから。現に本当だったでしょ？そうだけど。彼女はやっと笑顔を取り戻した。どこかすっきりとした表情はこちらの気持ちまで軽くなる。これからどうする？私は父が結んでくれた縁を大切にしたい。あなたのこともっと知りたいと思ってるわ。俺も。俺たちは自然の流れで手をつないだ。そして
尾形さんのお墓に向かって深く深く頭を下げたのだった。それから何年が過ぎただろうか。時々、寺本さん、いや、優子が隣にいることが信じられないと感じる時がある。でも確かに彼女は俺の目の前にいて、そして愛する娘も今は一緒だ。もうすぐ3歳になる娘は寺本さんの義父である社長に溺愛されている。たくさんの愛情を受けてのびのびと成長しているのだ。娘が、桃が健やかに眠っているとき、どうか小さな不幸すらも訪れるようにと祈ってしまう。私はね、桃くらいの年で病気を患ったそうよ。母は早くに他界していて、祖父母に見守られながら、父は必死にお金を稼いでいたの。こんなにも小さな体に大きな不幸が来るなんて、尾形さんは気が気ではなかっただろう。もし俺が同じ立場だったならば、気が狂ってしまうかもしれない。無念だったと思う。最後まで私を見守れなかったこと。元気な姿を見せたかったな。それから、桃のことも。俺はそっと優子のことを抱き寄せた。桃の寝顔を見つめながら、俺も優子も尾形さんへと思いを馳せていた。一番感謝すべき相手。尾形さんには死にかけていた小学生の時と、一生孤独で生きるかもしれないと思っていた独身時代と2回助けられた。本人がいたら間違いなく命の恩人だと敬意を示すだろう。こんなにも自分の人生に転機をもたらしてくれた人はいないから。相変わらず俺はモグラで働いていて、優子はというと、もうすぐ社長秘書室に復職する。格差婚って言葉が似合う俺たちの関係だけど、誰よりも運命の相手にふさわしい。そう俺は思っている。尾形さんの大切な人、優子。そして可愛い娘である桃を、俺はこの人生をかけて大切に守っていきたい。